私、専業 VTuber の収入だけで生きてるわ。チャンネル登録者どれくらいなん？チャンネル登録者は1万人ちょっとかな。どうもー、飲み屋でスカウトされてバーチャル YouTuber になったディスコテンメデオでーす。バーチャル YouTuber としての収入だけで現在生活している私。バーチャル東京でバス、トイレ別の 1K に一人暮らしをしています。チャンネル登録者は先ほどもお伝えした通り約1万人。あれ？自分の常識外と思ったあなた。そう、要はチャンネル登録者数 not イコール収益時代。はい、ということでね、今回はチャンネル登録者数 not イコール収益っていうテーマです。具体的には今回こんな感じの話をしていきます。チャンネル登録者数と収益はイコールではない。その具体例を挙げていきます。そして、ナノインフルエンサーなるものが注目されているっていう話をしていくよ。で、さらにどうすればいいのっていうところまで話をしていきます。今回も結論から言います。2022年のこの時代に、未だに YouTube のチャンネル登録者が多い方がお金を稼いでるって思っている、ちょっと頭の弱い方々がいらっしゃるらしいんですよね。これね、説明するとめちゃめちゃ細かくなるんですけど、チャンネル登録者でその人の収入がわかんないっていう話なんだよね。めっちゃ極端な例を言うと、チャンネル登録者100万人、歌ってみた動画いっぱい出して、毎回100万回再生以上稼いでるって人、収益どれぐらいあると思いますか？そう、ゼロです。これが分かった方は YouTube の仕組みとか最近のバーチャル YouTuber さんよく知ってる方かなって思うんですけど、前の動画でも説明した通り、歌ってみたは権利関係でどれだけ再生されても YouTube からの広告収入とかは一切入ってこないんです。これはめちゃめちゃ極端な例なんですが、2022年1月に私も参加したこちらのブギーボックスさんの配信。こちらですね。この中でチャンネル登録者数が7万超えのブギーボックスよりも1万7000人くらいの犯罪学教室のかなえ先生の方が YouTube チャンネルからの収益は圧倒的に上っていう話がめちゃくちゃ印象的だったんですよ。彼らが具体的な数字を教えてくれたので話しちゃいますね。犯罪学教師のかなえ先生はこの YouTube チャンネルからだけでメンバーシップとスーパーチャット、そして広告収入によって月に50万から60万円稼ぎ出してるらしいんですよ。すごくない？ぶっちゃけめてよもう。そんなにあんの？って思いました。さっきもお伝えした通り、YouTube チャンネル登録者数1万人の私も VTuber としての収入だけで生活しています。私の場合は YouTube だけじゃなくて、ファンボックスとか、お仕事の報酬とか、ノートの記事の売り上げとか、いろいろなものを合算して生活できるところまで到達してるんだけど、所属先との秘密保持契約とかあるので、詳しくはちょっと話せないんですよ。ごめんなさいね。今、こういうパターンがめちゃんこ増えてるんだって。今、バーチャル YouTuber の活躍は YouTube だけにとどまってないんです。ショールームやイリアム、プチャ、リアリティ、その他たくさんの配信プラットフォームがあって、その他にもさっき私が挙げたピクシブファンボックスなどの月額課金型の応援サイトやグッズ販売、イベント出演に Spotify や iTunes などの音楽ストリーミングサービスなどなど収入を得る場所が本当にたくさんあります。それらをうまく活用することで YouTube のチャンネル登録者数にあんまり関係なく収入を生み出すことができる時代になってきてるんです。もう一つこれを裏付けるお話をしておきましょう。これはVTuber に限った話ではないんですが、そもそもインフルエンサー自体がそういう時代に突入しているって話です。ナノインフルエンサーが注目されている。最初にナノインフルエンサーが何なのかっていう話をしておくね。このグラフを見てもらうとわかるんだけど、ナノインフルエンサーって1000人から1万人くらいのフォロワー数がいるインフルエンサーのことなんです。もちろんね、フォロワー数が多ければ多いほどいろんな人に知ってもらってるってことはあるんだけど、例えばツイッターだといいねとかリツイートのパーセンテージ、いわゆるエンゲージメント率、反応率ってやつはナノインフルエンサーが圧倒的に高いんだよ。だから最近いろんな企業さんも
熱量の高いフォロワーを持ったナノインフルエンサーに注目していて、案件がいろいろ来てるっていう話が出てるわけ。ほら、ツイッターとか見てて思ったことない？フォロワー数はこっちの方が多いのに、いいですわ、こっちの V の方が多い。なんでみたいな。要はそれです。ぶっちゃけた話、企業も、フォロワー数が多いインフルエンサーに案件を依頼するときの金額が上がるんですよ。でも、思ったよりも、頼んだ金額とのコスパが良くないなっていう話になってるの。それよりは、熱量の高いファンが多いナノインフルエンサーに頼んだ方が、金額、コスパを抑えられて、しかも、思った通りのパーセンテージで効果が出る。みたいな話があるので、ナノインフルエンサーが注目されてるんです。じゃあ、実際にどうすればいいのっていう話。この動画シリーズの第1弾で話した、目的と手段っていうのが大事になってくるんだよ。まだ見てないって人は、一回この動画止めていいから、見てきて。概要欄にリンク貼っとくから見てきて。見てきて。そう。あなたの目的が大事なんよ。有名になりたいなら、フォロワー数を増やすべき。チャンネル登録者数を増やすべき。VTuber として生活していきたいなら、コツコツ熱量が高いファンを増やしていくべき。そして育てるべき。具体的に熱量の高いファンってどういうことっていう話を少ししてこう。熱量の高いファンは、自分の動画を結構な頻度で見てくれたり、配信によく来てくれる。よくコメントをくれるってのはもちろんなんだけど、イベントに行ったら来てくれる。他の方のチャンネルにコラボに行っても見てくれる。よく Twitter にいいねしてくれる。みたいな、自分へのアプローチの回数が多いファン。反応が多いファン。ってことだと思ってくれればいいかな。これって、いろんなビジネスでも言われてるんだけど、例えばスポーツ、例えば商品、ブランドみたいなものも熱量の高いファンがめちゃくちゃ大事なんだって。よく262の法則とか28の法則って言われてると思うんだけど、視聴者だったら視聴者のそのおよそ2割が自分の売り上げのほとんどを作っているっていう話なんだよ。なので、まずはこの2割を増やしていくことと、その2割を大切にすることっていうのが大事っていう話なんだよね。ちなみに、このあたりのフォロワーを増やす方法だったり、ファンを育てる方法みたいなところは、今後の動画テーマでピックアップしていく予定です。ほんじゃあ、今回のまとめ。チャンネル登録者数 not イコール収益の時代が来ています。ナノインフルエンサーが注目されてます。そして、やっぱここでも自分の目的と目標が大事。いやー、今回もいい学びになったねー。てなことで、今回は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテンメデオでした。